2022年、様々な中華ゲーム機が出ましたね。発表だけで販売されなかった機種もあったけど、結構豊作だったね。年末に一気に放出された感ある。確かに。今回は2022年を振り返りながら、中華ゲーム機お気に入りランキングベストを今後発売予定の端末についてご紹介します。どもども吉田です。今回からアシスタントをするマッドサイエンティストです。ちなみに今回のランキングでは今年手に入れた Linux、Android の中華ゲーム機が対象で、Steam Deck や Windows を搭載したゲーミング UMPC は含まれないのであしからず、前置きは良いからババッと言っちゃいな。わかりました。お気に入りランキング2022年に手に入れて良いなぁと個人的に感じた端末をランキング形式でご紹介します。どうせ見よう見にが1位でしょ。ちょっと黙っててくれる？はい。今回紹介するのはあくまで今年入手した端末で今年販売開始したものに限らないのでご了承ください。忖度なしでよろしくな。もちろん。ではまず5位、アンバーニック RG353P。スーファミコントローラーみたいだね。そうそう、こちらはアンバーニックが出した横型ハードで、スーファミコントローラーっぽい形状が特徴的なモデル。カーブにフィットする握り心地と慣れ親しんだ UI、PSP エメが余裕ある感じで動く性能の使い勝手が良く、結構気に入っています。カーブがある携帯ゲーム機といえば PSP だよね。PSP より画面が小さいので、ちょっと遊びにくいかもだけど、ビルドクオリティも高いし、他の機種とデザインが被らないので、使っていて新鮮な気持ちになります。ブラックスケルトンもかっこいい。でも握り心地は良いけど、画面サイズの割にはちょっと大きくない？確かに 3.5 インチでコンパクトなハードはもっとたくさんあるから、ちょっと大きめに感じるね。それ以外で言うとスピーカーが地味に良いのが気に入っています。確かにアンバーニック製品で一番良いかもしれない。次は4位、リトロイドポケット2プラス。初代ゲームボーイを横型にしたようなデザインだね。このモデルはリトロイド社が出したアンドロイド搭載のゲーム機で、高い質感とビルドクオリティ、3.5 インチ画面のサイズ感と解像度、前面のステレオスピーカーとスリープ状態でめちゃくちゃバッテリー持つ、など個人的な好みの要素が詰まっていて、割とツボなんですが、それに加えて頑張れば GC も動く、割に価格が安い点からコストパフォーマンス的な意味でもおすすめしやすい端末。なるほどね。見た目が好きなら気に入りそうだね。ただこれはしっかりデメリットだなって思ったのがあって、ボタンに引っかかる感じがあること、そしてアナログスティック押し込みがないことだね。アナログスティックはまだしも、ボタンに引っかかりがあるのは嫌だな。私が持っているのはスーファミ風カラーで、塗装されたボタンなので、もしかしたら黒のボタンとかだと引っかかりは感じないのかも。ボタンだけの購入もできるし、いつか試してみたいね。あと、なんだかんだアンドロイド端末なので、自分にとって最強の設定を作るのが好きな人であれば、それだけで楽しめるのがアンドロイドの良いところ。でもそれって設定作るのを楽しめない人は大変ってことだよね。そうだね。この端末はスペックがユニソップ T310 というあまり高くないものなので設定がよりシビアで GCM のチューニング等を追求すると沼にはまりそうになります。うまくいった時の満足感えぐい。めんどくせえ遊べればよいじゃん。そういう人には Android 端末は向いてないかもね。3位、アンバーニック RG353M。RG353M の M はメタルの M で、外装が金属製のゲーム機です。金属製のシェルって本当に重くて冷たいから、冬場はちょい使うのしんどくない？でも今回の RG353M は本当に完成度が高くて、前回のモデルからスペックアップした CPU に加え、切り詰められた寸法や新しいアナログスティック、ファンクションキー等、定番のスタイルであり使いやすく、メタルシェルによる高級感が所有欲を満たしてくれます。でもお高いんでしょ？そうそう金額にも高級感があるから、CPU がアップグレードされたのはいいものの、この画面サイズでゲームするには、ちょっとオーバースペック気味に感じますね。前回のモデル RG351MP の CPU でも問題なかったと感じるね。同じ CPU だと新鮮味は薄れるけどね。あと 3.5 インチで PSP ドリキャスをぬるぬる動かせるのは楽しいけど、ちょっと画面小さいかな。確かにこのサイズ感だと、あくまでに D レトロゲームが相性いい気がします。でも、スペックが上がればその分楽しみ方が増えるよ。楽しみ方というと、これまで動かせなかったゲームが動く程度じゃないの？それに加えてゲームにエフェクトをかけて遊べたり、ゲームの速度を上げて倍速で楽しんだりしやすくなるよ。より多様な遊び方ができるようになるってことね。2位、アンバーニック RG353V。私本当に縦型携帯ゲーム機が好きで、RG353V は基本的にゲームボーイカラーライクなデザイン、3.5 インチの画面サイズで狭いベゼル、CPU 性能はスペックは過去のモデルよりも高く、無駄な余白がないデザインと設計がかなりツボ、そして何よりシンメトリーなデザインが好みです。ゲームボーイカラーライクなクリアパープルの色味も結構良くて、これだよこれと、ゲームボーイカラーにデュアルアナログスティックがついたみたいな見た目で変態端末感が強いな。そうそう、スペック的
的にも RG353P、RG353M 同様なのでゲームボーイカラーっぽい縦型ハードなのに PSP が遊べちゃうというサイズ感に対してスペックの高さが面白く、最新ハード感が際立っている点で気に入っています。アナログスティック L？V と VS という2種類のスペックのものが出ていて、性能と価格が選べるのも面白い点。ねえアナログスティック L？V と VS は若干の性能差はあるものの、基本的な違いは Linux、Android のデュアルブートか、Linux のみかって点。ねえアナログスティック使うの？うるせえいるんだよ。1位、リトロイドポケット3プラス。こちらは本当にデザイン性能金額操作性携帯性のバランスが良く、実用的な5インチ Android ゲーム機です。超気に入ってるじゃん。液晶に関しても iPhone の互換液晶を使っているという噂があり、液晶の解像度の高さ、発色、輝度の高さが圧倒的だし、CPU もユニソック T618 という中華タブレットでよく使われているハイコスパなものが採用されていて、Android としてマイクラ、原神、幻冬などの Android 専用ゲームを遊んでも良いし、何よりも PS にエミュがそこそこ良い感じに動くのが個人的にツボです。原神コントローラー対応してないけどなわら。原神早くコントローラー対応してくれ。あと地味に良いぞと感じるのが本体サイズの薄さ。でも薄くしたら放熱性は低くなるからあんま良くなさそうだよね。私は少しでもスマートでグッとした作りが好きなので、この無駄がない感がたまりません。欠点としてよく挙げられるのは、スタートセレクトボタンが変な位置にあるので、それはどうなのという点ですが、本当だ。なんこれを。私はもう慣れ、不便であれば別の L3R3 あたりに割り当てるなども可能なので、特に問題だと感じてません。また強がっちゃってそれよりも不安なのが、もしこれの上位互換が出たら、もう全然いらなくなるんじゃないかってことです。それは確かに。実際リトロイドポケット 3S というさらにハイスペックなものが発表済みなんですよね。スペックが上がるならこの端末よりも価格が高くなり、もしかしたら寸法も変わるかもしれないけれど、買ったら使わなくなっちゃいそうだよね。実際3が出てからかなり速いスピードで3プラスが出たので、いつまで愛せるのだろうかという気持ちがあります。殿堂入り、ミオミニ、1位ミオミニじゃないんかいって思いましたか？もう、ミオミニは殿堂入りでしょう。で殿堂入りって実質1位やんけ。ここまで売れてる中華ゲーム機は実際見たことがないです。でもそんなこと言ったって、こんなニッチな商品好きな人そんなにたくさんいないはずだから、同じ人が何台も買ってるんでしょう？まあ実際それはあるとは思いますが、そもそも中華ゲーム機を同じ人が何台も買ってることなんてこれまでそうそうありませんでしたし、これまで中華ゲーム機なんか買ってこなかった人が手を出したりしているのを実際見ているので、相当売れているように感じます。そうなのか。まあパッと見ゲームボーイミニだもんね。意図的なのか意図せずなのか、ずっと品薄状態になっているのもフィーバーの原因になっていて、現在フリマアプリ等では倍くらいの値段で売買されているほどです。おい転売ヤー勘弁してくれ。コミュニティ内での発展も凄まじく、販売開始されて1年は経過しているのに、未だにカスタムファームウェアのアップデートがされていて、機能が追加され、環境づくりも含めまだまだ楽しめるハードになっています。でもこれ実際小さすぎて遊びにくいでしょ。エミュでがっつり遊びたい派の人たちは気に入らなかったかもしれませんが、この意味のわからなさというか、コレクション性の高さも含めて、中華ゲーム機らしい端末だなと感じます。でも買えない。そうね、そこが一番の問題かも。ちなみに言うと、この左の RG280V は今でも全然押せます。解像度が高い分ミオミニの方が有利ですが、その点にあまり重きを置かないのであればありかと。今後発売予定の端末について GKD ミニプラス KTR1 ミ UP60 発表されてからなかなか販売開始されず、個人的に期待しているのがこの2機種。そんなに言うなら気になるな。軽く教えてや。もちろん。GKD ミニプラスは以前販売された GKD ミニの CPU アップグレード版。以前のモデルと見た目そのままで、画面の大きさとボタンの小ささのバランスがとてもキュート。空張りも豊富で良さそうやね。前モデルを手に入れた人の評判はそこそこ良かったんですが、アンバーニック端末に飲まれた感があって、あまり話題にはならずでした。あとシステムの評判もあんま良くなかった印象。今回はスペックアップに加えてミニドックというアナログスティックを別で装着するというギミックが加わったものを出すとのことで、何それ面白そうって感じで話題になっています。何それ面白そう。KTR1 はヘリオ G99 というソックを搭載した Android 機で3対2のアスペクト比が特徴的なハードです。基本的なゲーム機はすべて4対3もしくは16対9なので、どちらの画面サイズのものも良い感じに表示できるんだろうなという期待感があります。ゲームボーイアドバンスと同じ重王比やね。ボタンがみちみちで画面占有率が高い、切り詰められた寸法も魅力的、またバリエーションの豊富さがすごくて、十字キーとアナログスティックどっちが上かという選択、シェルをプラスチックにするか金属にするか、さらにカラーリングまで選択可能。しかしもうすぐだよいついつがスタートだよとアナウンスがあっても販売開始されずといった状況が繰り返されているのが現状。
ミオ P60 は噂が出たのが2021年の夏で、名前の通りヘリオ P60 を搭載したアンドロイド機。ミオってあのミオ？そうそうあのミオミニのミオが開発しているとのことなので、ビルドクオリティに関しては安心できそうです。サイズも小さめの4インチでスペックもそれなり、コストパフォーマンスも良くなりそうなものではあり、使い勝手の良さそうなハードになりそうなので、なんとか販売開始してほしいものです。ミオミニの生産で手一杯なのだろうか？販売開始時期について GKD、KTR1 に関しては海外レビュアーの事前レビューが上がっているので、もうすぐって雰囲気は一応ありますが、ミユ P60 は気配がありません。リトロイドポケット3プラス等のアンドロイド機種が多数出たので、出る頃にはもういらないと感じる人が多くなっているかも。他メーカーの情報はアンバーニックの出ると言われていた機種は全て出たので、今後はどういった機種を展開していくのでしょうか。あとポーキ D は今年出した機種がかなり少なかったような印象。2023年はどんな機種が出るんでしょうか。楽しみですね。